はいどうも皆さんこんにちは。今回は大日本帝国憲法についてお話ししていきます。大日本帝国憲法とは明治時代から昭和時代までの間の日本の決まりです。つまり明治時代から昭和時代までを理解するためには大日本帝国憲法について理解することが重要なのです。ということでこの動画で大日本帝国憲法とはどのようなものかを確認していきましょう。江戸幕府を倒して成立した明治政府は内部分裂を引き起こして争うようになっていきました。しかし武力で政府に対抗した人々は死んでしまったので、武力での抵抗は不可能だと悟った人々が言論で抵抗するようになっていきます。これが自由民権運動でした。初めの頃は政府もこの運動を無視していましたが、次第に無視できない規模になってきて、とうとう政府は民権派が主張していた国会開設を約束します。さて、こうして政府は国会開設へと動き始めました。そうなると憲法、つまり国の決まりを制定する必要に迫られていきます。普通であれば国会を開いた後にみんなで議論しながら憲法を作るという手順が自然でしょう。しかし明治政府はそうしませんでした。憲法を作った後に国会を開いたのです。なぜなら、もしも国会を開いた後に憲法を作れば民権派が憲法に口出しをしてくるのは確実です。当時の政府は今の日本は重要な時期だ、そんな時期に国民が政治に口出ししてきたら困ると考えていたので、国会を開く前に憲法を作ってしまい、政府に都合のいい憲法を制定したのでした。このような経緯で作られた大日本帝国憲法ですが、その基本方針を決めたのは伊藤博文、岩倉具視、井上小芦の3人でした。井上小芦というのは岩倉具視から絶大なる信頼を置かれていた人物で、大日本帝国憲法の実質的な起草者、つまり作った人です。これら3人によって憲法の基本方針が決定されたことを受けて、代表の伊藤博文がドイツへと向かいました。伊藤博文がドイツを訪れた理由は憲法の調査です。ヨーロッパの名門大学であるベルリン大学を訪れた伊藤博文は法学者グナイストの下を訪れて憲法について学んだのでした。しかし当時の日本は極東にある小さな国。グナイストは日本が憲法を制定すると聞いても、そんなこと本当にできるのかと疑っており、伊藤博文への講義もほとんどの場合弟子のモッセが代わりに行っていました。つまりあまりやる気がなかったのです。そんな伊藤博文にとっての転機はシュタインとの出会いでした。夏休みにウィーン大学、こちらもヨーロッパの名門大学ですが、その大学を訪れた伊藤はシュタインの講義を受けて感銘を受けます。これまで受けてきたモッセの講義とは違い、シュタインの講義は国家や政治哲学など幅広い内容を扱う講義だったからです。こうしてシュタインの講義を通して伊藤博文はこれからの日本が向かうべき方向についての考えをまとめていきます。その影響もあって大日本帝国憲法はドイツの影響を強く受けたものとなっているのです。伊藤がヨーロッパにいたのは約1年半。帰国した頃の伊藤は憲法に関するカリスマ的存在に成長しており、憲法制定の中心人物となっていきます。こうして帰国した伊藤博文は日本の政治体制を作り変えていきます。伊藤の頭の中には国会を開いた後も民権派を抑え込まなければという考えがあったので、政府に有利で民権派に不利な制度を作っていきました。まず最初に伊藤が取り掛かったのが宮内省、つまり天皇周辺の改革です。新しい日本を作るためには天皇周辺の制度を新しくしなければならない、そのような考えのもと改革が進められました。こうして宮中府中の分離と家族令が公布されます。宮中府中の分離というのは、宮中つまり皇室と府中つまり政府を制度的に分離するというものです。さらに家族令で家族は公爵、公爵、伯爵、子爵、男爵の5つに分けられます。こうして下準備を終えた伊藤博文はこれまでの太政官制を廃止して新しく内閣制を導入しました。これまでの太政官制では太政大臣と左大臣と右大臣が天皇に政治責任を持ち、参議はそれらの3大臣を補佐するだけでした。しかし現実では政治の実権は早くから参議の手に移っていたのです。ということで3大臣を廃止して参議をそのまま各大臣とし、彼らによって政治が行われるようになりました。しかしそうなると困るのは三条実美です。彼は太政大臣をしていたので、3大臣が廃止されたら行き場をなくしてしまうのでした。
そこで伊藤博文は新たに内大臣という職を設けて、三条実美に天皇と国の印字の管理を任せます。こうして内閣の外で直接天皇に助言する資格を持つ内大臣が成立したのです。そんな内閣制度では、内閣は総理大臣と各省の長官である国務大臣により構成されています。太政官制からあった外務、内務、大蔵、陸軍、海軍、司法、文部、農商務の各省はそのまま引き継がれ、逓信省が新設されました。初代総理大臣は伊藤博文、国務大臣はそれぞれこのようになりました。4名が旧薩摩藩、4名が旧長州藩出身だということからも、この頃の政府は薩長出身者によって運営されていたことがわかるでしょう。これを藩閥政府と呼びます。このような準備を進めた上で公布されたのが大日本帝国憲法です。形式としては天皇が臣民に与えたという形式となっており、先ほども言った通りドイツの影響が強いものでした。この憲法制定により日本はアジア初の立憲国家になりましたので、欧米列強に大きく近づいたのです。それではこの大日本帝国憲法の特徴について見ていきましょう。まず注目すべき特徴は、権力の頂点に天皇を位置づけたということでしょう。憲法第1条の大日本帝国は万世一系の天皇、これを統治すという文言と、第3条の天皇は神聖にして犯すべからずという文言からそれを読み取ることができます。立法権、行政権、司法権に注目してみると、帝国議会、内閣、裁判所といったように形式上は三権分立の形をとっていましたが、最終権限は天皇にありました。とはいえ実質的には天皇が政治介入する余地はほとんどなく、第4条ではこの憲法の条規によりこれを行うと書かれており、いくら天皇といえどもこの憲法の規定によって制限されていました。つまり明治以降の日本という国は天皇が憲法によって統べる立憲国家となったのです。それでは立法権を持っている帝国議会についてもう少し詳しく見ていきましょう。帝国議会は現代でいうところの国会にあたります。衆議院と貴族院の2つで構成されており、衆議院は国民の中から選挙で選ばれた議員、貴族院は皇族、家族、国家の功労者や学識者などで組織されていました。衆議院の議員数は300で、貴族院の議員数は251です。そんな帝国議会の仕事は2つあります。1つ目が法律を作ったり変えたり廃止したりすること。2つ目が政府から提出される予算の審査でした。しかし法律と予算が通るのには一定の条件が定められており、衆議院と貴族院のどちらともが法案を可決した上で、天皇による許可が下りた場合にのみそれらが通るという仕組みでした。少し具体的に見てみましょう。まず最初に行われるのは選挙です。国民の中から選挙で選ばれた人々は衆議院に入ります。貴族院には特権階級しか入れません。衆議院の人々は元はといえば国民なので、多くの場合は税金を払いたくないと考えているでしょう。なので衆議院が税金を下げろといった要求をしてくることは予想できます。そんな時のために貴族院があるのです。貴族院は特権階級なのでその要求を飲みません。このように貴族院は衆議院を抑制する役割を持っていたのです。しかしそうなると衆議院もそれなら俺たちも言うことを聞かないと言うでしょう。となると衆議院が取る対抗手段は、政府から提出された予算に文句をつけて、こんな予算は通してやらんということです。こうなった場合、政府は予算が通らなくて困りますね。なので政府はあらかじめ予算が決まらない場合には前年度の予算が施行されるといった決まりを作っていました。このように当時の帝国議会は現在の国会よりもずっと制約が多いものでした。また明治時代には天皇の最高の相談相手として元老と呼ばれる有力な長老政治家がいました。元老というのは何人もいて、集団で天皇の代行を行っているようなイメージです。元老は憲法や法律に規定されていませんでしたが、総理大臣を天皇が選ぶ際に推薦したり、戦争の際に天皇に助言したりするので、これ以降の歴史に大きな影響を与えていきます。また天皇が意見を求めるための機関として枢密院というものが置かれました。最初は大日本帝国憲法を制定するために作られた機関でしたが、憲法制定後も機関として存続し、天皇が政治に関する重要事項について意見を求めた際には独自の判断でそれに応えていきました。さてこのような大日本帝国憲法ですが、
大日本帝国憲法が運用されていくと、この憲法は構造上の欠陥を抱えていることが分かってきます。その欠陥が見つかるのはまだ先の話ですが、このタイミングで少しだけ触れておきます。その欠陥というのは第11条の統帥権の独立です。統帥権というのは軍隊の最高指揮権のことです。大日本帝国憲法の下では、天皇は陸海軍を統帥すと定められており、天皇が大元帥として軍隊を動かす権限を持ち、それを助ける機関として陸軍参謀本部と海軍軍令部がありました。ポイントは内閣や議会が統帥権に介入することはできない仕組みになっていたということです。これが後に軍部の暴走の原因となっていき、参謀本部と軍令部は戦争へと向かっていきます。さて、いかがだったでしょうか。このようにして日本は大日本帝国憲法を発布して、これからの日本が進む方向性を決定しました。こうして1890年、つまり国会開設の年がやってきます。ということで、次の動画では書記議会についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。